はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、火曜日ですね、フレンチシェフの台所革命のお時間でございます。今週ですね、やるテーマの方はこちら。はい、オニオンソテーですね。よくね、飴色のオニオンソテー、作るのが大変だっていう、お話はあると思うんですけども、まず実際にですね、プロが作る飴色がどれぐらい時間かかるのかというのと、今回、台所革命の方で、お教えする飴色のオニオンソテーがどれぐらい時間かかるのか、この2つをね、ちょっとご紹介したいなと思いますので、早速ね、やっていきましょう。それじゃあね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、材料紹介です。こちら、みじん切りにしたね、玉ねぎが350g ずつ用意しております。で、こちらバターも 10g ずつ用意しました。ではね、早速普通にまず通常のやり方で炒めていきます。オニオンソテーですね。で、まずね、バターの方を溶かしていきます。で、溶けましたら玉ねぎを投入していきます。この時はね、弱火でいってます。で、軽く塩していきます。で、ここからタイマーを押して何分かかるか計測していきます。じゃあ炒めていきますね。しっかりね、こう底に当てるようにゴムベラのね、底をちゃんとつけてきれいにやっていきます。で、こんな感じでね、だんだんと色がついていきます。これデグラセはしません。デグラセしない理由はまたね、最後の会話のところでご説明します。で、だいたいこれで22分かかった感じですね。これが22分のバージョンの飴色のオニオンソテーですね。で、次、台所革命のやり方です。まず、同じようにね、塩していきます。ちょっとで大丈夫です。で、5分ほどちょっと放置しときますと、こういう風にね、汁が出てきます。で、それをね、布等でこうやってグッと絞っていただいて、まず玉ねぎの実とですね、汁で分けていきます。こんな感じですね。で、それをですね、また同じようにフライパンにバターを入れて、でバターを溶かします。で、溶けたところに、玉ねぎ入れていきます。で、ここから時間計測していきます。炒める時間ですね。どれぐらいの時間になるかということですね。まず、同じようにね、炒めていきます。で、鍋肌にですね、ちょっとね、若干キャラメリゼ、してきたら、ここで一旦火を止めて、大体この時で6分ぐらいですね。で、この玉ねぎを一回逃がします。で、フライパンそのままでもいいんですけども、一回ちょっとね、フェアにするために洗いました。洗って、そこに、玉ねぎの汁を入れて、これを沸かします。これで今、だいたい7分近くかかってますね。で、これでしっかり沸かしていきます。で、もうギリギリまでね、行くのにだいたい間もなく10分かなっていうところもですよね。この状態になりましたら、玉ねぎを入れていきます。
ここにですね、今糖分のですね、キャラメルになる手前の汁が出来上がってるっていうようなイメージですね。で、そこに、この玉ねぎを焼き絡めていくっていうところですね。ここから同じように炒めていきます。こんな感じですね。だんだんこうやって、確実にね、こうやって色がついていきます。で、こんな感じでね、色がだんだんとついていきます。だいぶね、色がついてきました。この時点でだいたい14分ですね。ちょっとね、色の確認をします。これが左側が22分の方ですね。もうちょっと炒めた方がいいかなっていうところの判断をしました。で、だいたい15分やって同じぐらいの色合いになりましたね。では15分で止めます。こちらが15分の飴色のオニオンソテーですね。で、こちらが22分ですね。だいたい同じ色合いですね。ちょっとアップで見てみましょう。まず22分ですね。こんな感じで飴色になってますね。そして15分ですね。こちらも同様に飴色になってますね。まだ色味とかは大体もう同じぐらいに合わせて焼いてます。で、こちらが22、従来ですね。で、こちらが台所革命のやり方ですね。はい、大体色味は同じに仕上げさせていただきました。で、かかった時間がフライパン1つで、こちらが22分、こちらが15分という形です。じゃあまず従来の方ちょっと召し上がってみます。オニオンソテー、そうですね。はい。なのでこちらがベンチマークになるっていうことになりますよね。ですのでこちらちょっとね、台所革命の方行ってみます。正直変わんないですよね。で、今回やったやり方なんですけども、フライパン一つでねやってるんで、こちら通常やれば大体量で22分かかりますっていうところなんですけども、こっちは汁と身の方と分けてやってるんで、もしねもう一つ火口が使えるんであれば、炒めてる最中にそのまま玉ねぎの汁の方を煮詰めてるっていうことをすれば大体3分ぐらいさらに短縮ができるので、そう考えるともう結構実質、半分ぐらいの時間の短縮にはなるかなというところですね。このレベルの飴色でのものであればやり方次第では半分までには時間短縮が可能だっていうことになりますね。でこういったものをねまた例えばハンバーグだとかっていう形とかいろいろそういうところで使えたりとかしたりしますよね。はい、じゃあねこれでちょっと一品作ってみます。はい、じゃあね、バゲットをちょっとね軽く、厚めにねちょっとカットしまして、これしっかり焼きましょう。で、ここにですね、スープポットにですねこのオニオンソテー入れまして、で、こちら前回作ったねコンソメちょっとありましたのでこれを入れさせて、で軽くねほぐして、で、塩コショウで味を整えます。本当にちょっとで大丈夫ですね。で、よーく味をなじませてあげて、でここにカリカリに焼いたバゲットですね。で、上からグリュイエールをねたっぷりかけてあげて、こんな感じですね。で、これを180度のオーブンで、だいたい10分ほど焼いていきます。で、余ったオニオンソテーはまず1回ねラップで、きっちりねきれいにまとめて丸めておきます。で、それをですねこういった容器に入れて、こんな感じですね。で冷凍で保管します。ちょうどねこれが焼き上がりましたね。いい感じですね。
ニオングラタンスープですね。では実食です。熱そうできます。今回はね、前回のコンソメちょっと使わせてもらったんであれなんですけども、本来はフォンドボラユと、このオニオンソテーでね合わせて作ってもらえれば OK なんですけども、やっぱり美味しいですね。もう言葉はいらないですね。で、オニオンソテーもフォンドボラユも、どちらもね冷凍が効くので、もしねこの2つを、常に冷凍庫にストックしておけばさっとねこうやって作ることができるので、結構おすすめのスープだったりします。はい、ぜひぜひ作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。オニオンソテーの2つのやり方ちょっとねご紹介させていただきました。はい、ではね、ここからね、ちょっと専門的なお話をさせていただきたいと思います。ということで、まずね、オニオンソテー、お気づきの方いらっしゃると思うんですけども、鉄のフライパンでやらなかったんですかっていうことなんですが、鉄のフライパンで、基本は現場ではやります。鉄のフライパンの方が蓄熱性とかあと香ばしさとかっていう部分においては、確実に鉄のフライパンでやった方が有効ではあるんですけども、今回はねご家庭でできるっていうところをフォーカスしたかったので、ようなねストーンのフライパンを使わせていただきました。はい。で、ご家庭ですとねテフロンとかが多いですので、もっとね顕著に、よくわかるんじゃないかなとは思っておりますが、一点ですね、多分この気になってるところで、デグラスで水入れないんですかっていうところなんですね。で、私これ最初とある大きなホテルのところのところです。一番最初にやらされた仕事がこのオニオンソテーなんですけども、そこでは、水は入れません。ぶっ飛ばされますこれはマジの話で、水なんて入れたら多分ぶっ飛ばされますよね。なんでねそのオニオンソテーに水を入れるかっていうのが流行ったのかなとかって、私もちょっと最初もともとその水なんて入れないものだと思ってたので、水入れんのみたいな感じでちょっとびっくりしてたんですけども、水を入れるっていうことで、要は早く色をつけてどうのこうのっていう、旨味がどうのこうのってなるんですけども、私もですね、近いようなことを一回若手の頃、本当に小僧の時ですね、水で入れようとしてぶっ飛ばされそうになったことがあるんですよ。で、これ大人になってからね、理由は分かったんですけども、どういうことかって言いますと、炒めていく時に、玉ねぎのですね、この糖分が層になっていくんですよ。それ分かりますかね。層になっていった時に、要は下からだんだんその糖が炭化していくわけですよね。炭化していくわけです。ですので苦味が出てくるんですね。で、逆に層の玉ねぎとまだ当たっている部分はまだそのキャラメリゼ中なので、それが玉ねぎの実と絡んでいって色をつけていく。なので絶対に水は入れないっていうのが私が教わった理由でしたね。で、水を入れてしまいますと当然苦味がそのままダイレクトに実の方に絡まってしまいますので、確かに色はつきます。はい、確かに色はつくんですけども、じゃあ果たして、それが最終的に、オニオンソテーの仕上がりとしてどうかっていうと、結構ここはね私はノーかなっていうところが私のところですね、考えにはなってきます。はい、ですので基本的にこの糖を焼き固めていきな絡めていきながらその身の方にちょっとずつそのキャラメリゼしていくっていうのがこのオニオンソテーの一番大変なところだったりします。はい。これが私が先輩たちに叩き込まれたやり方の22分っていうところですね。
今回はストーンのねフライパン使ってますけども、基本は鉄のフライパンでやらされてたっていうのがもっとねもうバカでかいやつでやってましたけどね。はい。で、次、台所革命ですね。こちらのやり方なんですけども、まず基本的にこの軽く塩を振ってからちょっと置いて、で、絞ります。で、絞ったその汁とその絞りかす身の方ですよね。かすって言い方もあれなんですけども、それをまずしっかりバターで炒めていただいて、でそこがうっすらキャラメリゼしてきたところで一旦止めて、で、そこで、止めて、玉ねぎを取り出して、そこに汁をねグッと入れて、そこからもう限界ギリギリまで煮詰めたところで、玉ねぎと合わせる。これどういうことかというと、汁の方に結構なね玉ねぎの糖類が入ってますので、それを一気に煮詰めて水分を限界まで、飛ばします。もう本当に水分があとちょっとっていうところまで飛ばしてあげて、そこから玉ねぎと絡めることで、通常22分で炒めてる時に水分が飛ぶまでかなり時間がかかるんですね。その時間を一気に飛ばすっていうすっ飛ばすっていうやり方になります。ですので、理屈的には最終的にこう糖をキャラメリゼしていくものを身に絡めていくっていうところですね。でこれ何かちょっと覚えありませんかね。前回やりました、鶏胸肉のワイルド焼きですよね。あれの旨味のこう焼き絡めるっていうのと実は結構同じ原理だったりします。はい。で、これでですね、今回、22分とその15分、だいたい7分の差ではあるんですけども、さらにそこから同時進行でね、その炒めながらその玉ねぎの汁を煮詰めるっていうことができれば、さらにね3分短縮ができるので、だいたい22分に対して12分で仕上がる、10分の短縮ができるっていうような、ことができるっていうものになります。はい。で、じゃあ実際に、これやるときに、どういうふうにどういうところで使い道がありますかって言ったときに、例えばハンバーグだったりとか、キッシュの隠し味だったりとか、他のスープの隠し味だったりとか、いろいろね用途はあると思います。はい。で、こちらですね、ただ1点弱点があるっていうことだけは覚えておいてください。はい。今回ご用意させていただきました玉ねぎなんですけども、すべて包丁で刻んでます。はい。で、基本的にこのオニオンアッシェ、というのは私がもうめちゃくちゃ厳しいところは全部手でやってます。で、なんでかっていうことなんですよ。なんでロボクープだとかブンブンチョッパー扱っちゃいけないのかっていうところなんですけど、ここがねちょっとプロの考え方になってくるんですけども、包丁で切ることによって、包丁のその切った時に、繊維にちゃんとこう角が立つんですよね。で角が立って、それを塩で、ゆっくりこう塩を出しながら炒めていって、さらに水分を出してそれを蒸発していって、飴色にしていくっていう時に、それをこう口にした時にですね、この舌に感じる食感がいいんですよね。ここなんですよ。ここがあるので、包丁で、刻めってすごい叩き込まれていたんですよね。で、じゃあロボクープだとかブンブンチョッパーとかでやってしまうと、もう半分ちょっとね繊維を潰したような感じになっちゃうんですよ。はい。ですので、絶対に包丁で、刻んでからオニオンソテーはやれっていうのは相当厳しく叩き込まれた世代の一人でもありますね。で、今回やったこの台所革命のやり方っていうのはなぜ弱点があるかっていうことなんですけども、ここはまず手で、こう布で絞りましたよね。行為が要はやっぱりその水分を強制的に物理的に出していくやり方ですので、やっぱりその角を潰しちゃうっていうところなんですよ。ですので口当たりの食感は確かにっていうところがあるので、その点だけですね。でその点を気にしなくてもいいような料理であればやり方で OK かなとは思ったりします。はい。ですので、そこのね取捨選択をするっていうところが料理においては大事なんですよね。はい。何でもかんでもね、これ最高のやり方っていうのは実はないのが料理の世界ゆえに、面白かったりするんですよね。それがね、もし
何でもね、これでもう全部大丈夫なんていうことがあれば、この世の中のメニューは全部それ一つで決まってしまいますからね。そこが料理の楽しいところだったりはします。ただまあ、こういうやり方がありますよっていうところで、一つね、またここから新たなね、いろんな料理にまた手を伸ばしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひお試しください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。